はい、先日ですね、僕の自分のサックスですね、の低音が、一切出なくなりました。はい。はい、ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。こんにちは。はい、ですね、今日はね、そのサックスのね、低音が出づらいとか、出ないとか、そういう相談とかですね、話をもうむちゃくちゃ聞くんですよ。うん。で、今日はその件なんですけれども、先ほど言った通り、僕もね、1週間ぐらい前だったかな。ね、サックス僕のこのサックスの低音が出なくなったんですよ。うん。で、その時の原因とどうやって直したかっていうのを今日はね、語っていきたいと思います。はい。で、まず簡単に言うと、低音が出ない理由、低音がなんか出づらい、低い方の音がね、あ、なんか出づらいな、このサックスって思う方いっぱいいると思うんですよ。てか、結構ほとんどの方そう思ってると思うんですけれども、原因の9割は機材です。もう機材に何か不具合があるから出ない。もしくは、このサックスのね、このマウスピースですね。マウスピースとリードのね、セッティングがうまくできてない。ね。とか、そういう問題があります。つまり9割は機械がいけないんです。機械。こっちがいけない。うん。で、残りの1割が自分のやり方がいけないというふうに思うのが、正解だとまずは思います。はい、じゃあね、ちょっと事のね、経緯を説明します。1週間ぐらい前ね、ちょうど、レコーディングをちょっとしてた時の話なんですけれども、あのね、急にね、低い音が出なくなったんですよ。うん。具体的に言うと、ロー D から下の音が出なくなったんですね。あれ？と思って僕、おかしいな、こんなはずないのに、この楽器低音が出ないなんてこと絶対にないのにって思ったんですね。で、なんかの、勘違いかなと思ってずっと弾いてたんですけれども、それでもなお全然出ないんですよ。うん、なんかね、50%ぐらいの確率で音にもなんないんですね。で、あれ、これ絶対なんかおかしいと思って、これやばいなということで、しばらく冷静にね、あちこち分析したんですよ。うん。すごい分析して、いや、出ない。これでもない。これでもない。なんかどこがいけないんだろう。うん、変だ変だと思いながら分析した結果、たどり着いたのがこいつです。これ。これ何でしょうか。これね、高い方のキーですね。ハイ D とか D シャープとか、もしくは F のキー。場所で言うとね、どこかというとね、ちょうどここですね。この3連の、いわゆる手のひらで押さえる3連のね、キーの部分ですね。ここがちょっとおかしかったんですよ。で、今日はそれをね、写真を使いながらね、ものすごい詳しく説明するので、低音が出ないっていう人がいたら、ここもその理由の一つになるので、よくこのね、動画最後まで見てってください。はい、じゃあね、1枚ずつね、写真を見ていきましょう。はい、じゃあ1枚目、これね、これがね、D と D シャープと、F のね、キーの部分ですね。左手のね、手のひらのとこにあるとこね。で、ちっちゃなね、ネジがね、こう3つついてますと。うん、3つついてるので、こういったね、なんだろうな。ちっちゃなね、マイナスドライバーで、まあ、ほぼどの機種も開けられるので、そのマイナスドライバーを1本だけ使いますと。で、外していく順番は D、それから D シャープ、そして最後に F。この3つ、この順番で外していってくださいと。はい。はい、それでですね、まあ、外すとこういう風なね、写真になります。3連でね、ポコポコポコって穴がね、開きますと。はい。でね、次の写真ね、外したやつはね、どのネジがね、どの、キーだったかっていうのを忘れないようにしといてくださいと。でね、今日語るメインイベントはこいつです。これを見てください。で、このキーのね、下側にね、このバネ、この黒いバネがどの機種も必ずついていると思います。これが原因でしたと。はい。それでね、次、この写真をね、ちょっとね、見てください。これらのね、バネ、うん、このバネがね、ちょうど楽器に設置する部分が3つあると思います。まあ、僕の機種はね、柳沢なんですけれども、このようにね、こう3つスロットみたいなね、のがついてますと。はい。それで、じゃあね、次の写真なんですけれども、
そのバネが設置すると、こういうふうな状況になります。はい。それで、じゃあ次ね。えっと、きちんと、正常に設置している状態っていうのは、この黒いバネがこのスロットの中にきれいに収まってるはずなんですよ。うん。ちょっとね、見づらいかもしれないけどね、自分の楽器眺めてみるといいですよ。はい。で、次の写真を見てみましょう。はい。これが原因でしたと。本来だったら、このスロットのね、ところ、この赤の点線の矢印のところにバネがあるはずなんですよ。うん。なんですけど、今回僕のは白い点線。このように、このスロットからなぜか知らないけど、このバネが落ちていた。外れていたということなんですよ。うん。で、これなんで外れたか、なんでこのスロットからポコンと抜けちゃったのかの原因はわかりません。めったに外れるもんじゃないんですけど、ここって。なぜか知らないけど僕は外れてました。押した角度が悪いとも思えないし、何か楽器をこう落としてしまったっていうのもないし、無理やり力を入れたわけでもないし、原因はわかりません。原因はわかんないけど、このようにスロットからずれていましたと。いうことで、それがもう確実な原因だったんですね。ちなみに僕のは D シャープのところがスロットからずれてました。ね。これですね、これ。で、これスロットからずれていると何が起こるかっていうのを説明しますけど、まあこのようにね、そのキーがあって、ここで押すじゃないですか、こうやって。押した時に、こう、押すのはいいんですけど、戻りが悪くなるんですよ。こう、普通、ちゃんとスロットにはまってたら、押したらパコーンっていうすごい力でこう戻ってくるじゃないですか。パコーンって。うん。なんだけど、これずれてることによって、戻りがぬるんとしてて、なおかつ、最後まで閉まらないんですよ。このタンポが。最後まで閉まらずに、これもうギリギリのとこ、0.1ミリとか2ミリ、手前のところで止まっちゃうんですね。つまり、ちゃんと蓋を閉じることができてなかったっていうのが原因です。はい。それでなんでそもそも僕はここに原因があるかって気づいたかというと、なんか高音のね、音をこう出してる時に、なんか違和感があったんですよ。なんかいつもと違うなと。こんなはずじゃない。なんか違うなっていう感覚的なもんですよね。で、感覚的なものがなんか違ったから、なんかそれが手に気持ち悪かったわけですよ。なんだろうこれみたいな。それでやっぱそこを確かめたら、そんなことになってたっていうことでね、これに気づくのはね、結構大変だと思うんですけれども、皆さんもね、ぜひね、自分の楽器を、もう一度ね、低音が出ない場合って、こう、あちこちを探ってみるべきなんですよ。で、多くの人がね、低音出ない時ってね、この低い方のところが悪いんじゃないかって言って確かめる人が多いんですよ。こういう低いキーのとこね、ちゃんとタンポが閉まってんのかなとかチェックするんですけど、多くの場合が、このね、高音域の方、高い方のところに原因があることが多いです。なので、このオクターブキーとかね、以前にも語りましたけど、オクターブキーの締まりが悪いからとかね、今日語ったようなね、このね、3連のね、D とか D シャープとか、このあたりが何か不具合があるとか、そういうのが非常に多いんですよ。はい。それでね、おまけなんですけれども、これはね、僕もね、分析できなかったことは一つあるんですよ。で、今日話したように、このD シャープのところに不具合があったので低音が出なかったのは分かったんですけど、不思議なことにね、このロー D から下が出なかったんですよ。ってことは、そのロー D シャープ以上の中音の部分ですね、は普通に出たんですよ。これね、もう不思議でしょうがないんですけど、ロー D から下だけが出なかったんですね。で、なんでだろう。でも、ここの、なんだろうな、この D シャープのところには隙間が空いてるわけですよ。隙間が空いた状態でも、その中音の部分は全部音が出たと。高音も中音も全部出て、そのロー D から下だけが出ない。なんかおかしいなってね、それね、僕分析できないんですよね。物理学者じゃないんでね、僕はね、わかんないですけど、そういったね、
不思議な現象もね、サックスっていうのはね、ありますよね。うん。はい、じゃあね、このね、最後の写真ですね、見ましょう。で、ここにね、綿棒見えてますけれども、この辺り、このね、高温の辺りってね、ホコリとかね、ゴミとかね、溜まるんですよ。なのでね、せっかくもし分解するんであれば、この綿棒とかできれいにそれらのゴミを掃除してあげるというのがね、いいんじゃないかなって思います。うん。で、最後になりますけどね、このね、サックスの低音が出づらいとか出ないっていう理由は、もうね、おそらく100万個ぐらい理由があるんですよ。この機材的な問題とか、まあ最後にね、もちろん自分の問題も、もちろんそこにはあるんですけれども、分析するのにむっちゃくちゃ時間がかかるんですよ。なんで出ないんだろう、なんで出ないんだろうっていうのね。で、結局じゃあ仮に100万個理由があるとしたら、一個一個しらみつぶしに原因を調べていく必要があるんですね。うん。なので、もうすっごいね、もう嫌になるぐらい時間かかるんですよ、これって。うん。なんですけれども、一個一個ね、もう知っている情報から順に確かめていくというやり方しかもうね、もはや方法は存在しないんですね。うん。なのでね、今日の動画であったみたいにね、これも一つの立派な理由です。低音が出ない理由の立派な一つなので、ね、自分の楽器をね、一度ね、確かめてみて、なんか変だなと思って、そのバネの部分ね、ここの黒いバネの部分を、ちょっとね、見てみるのはね、いかがでしょうかっていうことです。はい。ね、で、このね、低音が出ないってね、本当にストレスなんですよ。もう皆さんもご存知だと思うんですけども、嫌になっちゃうんですね。もう楽器やめたくなっちゃうぐらいね、嫌になるんですよ。うん。それもね、非常にわかります。なのでね、僕も私も低音が出づらいって思った人はですね、高評価ボタンと、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。うん。じゃあまたね、低音の話、いずれやっていきますので、次回の動画で会いましょう。バイバイ。